最近僕がやっている習慣の一つが朝のランニングです。ポッドキャストの方でも話してたんですけど、今までずっと、走りたいなと思いつつなんかきっかけがなくて足踏みしていたのを、直近でハーフマラソンとかハイロックスっていう競技とかいろんなものに出場することになった関係で、そのトレーニングとして朝ボクササイズに行くまでの道のり5、6キロを走るようになりました。ただ僕の場合、その後仕事とかもするっていう関係で、パソコンも同時に持ち歩きながら走りたいんですよね。ここ最近はいろんな選択肢を検討していましたので、ちょっとねそれをご紹介していきたいと思います。そもそも僕が使っていたのがこちらのバックパックでした。これ2、3年前くらいに僕の動画でも1回購入品としてご紹介したことがあるんですよね。多分これ PC を持ってランニングする界隈の皆さんならもう定番の選択肢になってるんじゃないかなと思います。というのも、もう公式的にコンセプトが走れるデイパックというふうに謳っているんですね。その名前の通りで必要な荷物を全部この中に詰めつつ、ランニングにも対応しているというようなバッグで、僕もその安心感のあるいろんな口コミを見て最初にこれに手を出しました。重さは約 400g くらいです。もうめちゃくちゃ軽いんですよ、バッグ単体だと。で全体的にリップストップのナイロンとかで構成されています。比較的シンプルな見た目で、いわゆるね普通のバックパックと比べるとだいぶ細身というか卵型っていうんですかね、そんな感じはあるんですが、非常に使いやすいバックパックにはなってます。外観見ていただければ分かる通りで、まずねもうここにメッシュポケットが左右2つで、こちらに、小物用のポケットで、さらにその中にもメッシュのねポケットがちょっとあったりします。こんな感じで、メインのポケットがここ、裏面はこんな感じ。ちょっとブラックで見づらいかもしれないですが、比較的一般のスタンダードなこの肩紐、ショルダー紐の太さで、それぞれメッシュとクッションがあしらわれていて、走っていてね何か肩が痛くなるとか、背中が蒸れるみたいなことは軽減されています。ここにちょっとポケットがあるんですけど、めちゃくちゃ細いものしか入らないですね。一昔前ならここに iPod とか入れられたんじゃないかなという風なポケットサイズですね。実際に背負ってみるとこんな感じです。普通のバックパックに比べると多分ね、だいぶ細身というかそんな感じはすると思うんですが、ここのストラップの長さとかをしっかりと体に密着するように調節をすればかなりフィット感がいいです。で前にはチェストストラップが2つついています。なのでここでよいしょ、こんな感じで上下で固定して走ることができます。そんなに揺れないですね。割と、それこそ見た感じのねサイズ感に比べるとだいぶ物が入るようになってます。というのもマチというんですかね、比較的ここの奥行きがしっかりと広がるようなバックパックになっているので、普通の荷物をちょっと削減するくらいでいろいろと入れることはできますね。であと今走る格好じゃないんですけど、比較的こういう普通の私服でもそんなに浮かないというか、走る用のバッグ感は薄めですよね。というのも、特にこの背中側の見た目が結構つるっとしているので、比較的普通のビジネスバッグっぽいような見た目に近づけてあります。なのでランニング終わった後にスーツとか普通の私服とかに着替えてもそんなに違和感は強くないんじゃないかなと思います。でこれ中にこういった PC 用のスリーブがあります。構造を見ていただければ分かる通りで、ここにメッシュのなんていうんだポケットがあるので、ここにパソコンを入れられますと。でサイズは13インチまでが基本です。でこうやって入れて、ここのボタンでバックとスリーブを固定します。左右2箇所ですね。こうやって固定することができるんですね。そしてこのスリーブは外して、こちらの本体、バッグ本体の部分は洗濯ができます。丸洗いができるんですよね。多分ね走ってるともう汗でびしょびしょになるんですよ。この背中とかこのショルダーのパッドとか、そういったところはもう全部丸洗いしてきれいにしちゃいましょうという、非常に衛生的でもありますね。服はね洗濯できるのにバッグは洗濯できないって結構多分だんだん匂ってきたりするので、そこら辺も使い勝手はいいんじゃないかなと思います。走ってる時のスマホの出し入れとかは左右のこのメッシュポケットに
入れて、基本はだからこうやって走ってちょっとこう地図見たいとか音楽変えたいって時だけこう肩紐だけ落としてこうやってスマホ取り出せると、そういったこう使い勝手の面は完全に考え抜かれているので、正直このバックパックで不満はなかったんです。ちゃんと走り出したのは最近ですけど、たまにこう荷物持って走りたい時のためにもう 2,3 年くらいこれを使い続けておりました。なので本来これで全然終わりで良かったんですけど、ちょっとねどうにも新調しなきゃいけない理由が出てきたんです。ここです。ここ基本使う時僕はパソコンの中に入れてたその重さなのか、この肩紐の縫い目の部分が半分以上ちぎれてしまいました。生地全体はリップストップ仕様になってるんですけど、この縫い目自体はもうどうしようもないので、全然不満はなかったので、もうここをねちゃんとこう直して使うとか、あとは全く同じものを新調するとかって選択肢もあったんですけど、ちょっと別の選択肢も試したいな、ちょっとアップデートしたいなということで探しに探して結果もう一個買ったっていうのがこちらです。サロモンって書いてありますね。今をときめくサロモンのこれバックパックではないんです。ほぼベストと言っていいですね。これは表面はもう完全にベストです。アクティブスキン12という名前の、バックパックベストになります。重さはもうさっきのノースフェイスよりもまたさらに軽くなって 250g ぐらいになっています。ちなみにこれ購入するとこういったドリンク入れるやつ、ソフトフラスクっていうんですけど、これの 500ml の容量が2本付属します。これは中に飲み物入れてここに入れるんですよ。ここがドリンクホルダーになっていて、主にトレイルランとかでね使いやすい仕様になってるんですね。こう本当に長距離を走る過酷な道を走る時に、荷物としてこういったものを入れて、自分で手元でこう水分もこう管理しなきゃいけないっていう際に非常に便利なホルダーとそこに入れる、ボトル、ソフトボトルのセットになっております。これが2本ついてきます。そうなんですよ。要はこれパソコンを入れる用ではないんですね。本来どっちかというとそういうハードなトレイルランニングとかでも使えるようなベストになっています。それを、パソコンを入れるためにこうちょっとね使ってみようというのが僕の使い方の根本ですね。でポケットはこのベスト型というのもあって前面に豊富についています。ここのドリンク用のホルダーと、あとここもポケットになっているので、僕はここにスマホを入れたりしますね。こんな感じ。あとここにジップがついていて、ちょっとした小物は収納ができます。反対側も同じです。で一方で裏面はというとこんな感じ。さっきのノースフェイスよりも若干こうごついというかいかついんですよ。それが僕結構気に入っていて、主にはこのワイヤーが一番ね見た目の印象としては強いんじゃないかなと思います。ワイヤーと、あとここ背面に一番大きいのはこのメッシュのポケットですね。開口部はこっち側にこんな感じでついています。なので開けると、横から出し入れをするような感覚ですね。でここにギリギリで MacBook13 インチなら入りますということなんですね。ギリギリとは言いましたが他にも全然容量は入ります。あくまでサイズ感の話ですね。僕は主にパソコンと着替え、あとちょっとした小物とかをここに入れております。中はそんなポケットとか充実してないです。ここに一応ね小物ポケットとかあるんですけど、ここに物入れると背中にダイレクトに当たってちょっと痛いというかね、なんか違和感があるので、あんまりここに物を、特に厚みのあるものを入れるのは推奨できないかなと思います。背負うとこんな感じです。でここ前に固定するようなストラップがノースフェイス同様ついてるんですが、個人的にはこのサロモンの方が好きで、この紐をこうキュッと縛った上でこうワイヤーを2箇所で留めるようなこういった仕様になってます。これのフィット感がすごいです。ここ分かります？伸縮するんですよちゃんと。さっきのノースフェイスは普通のナイロンのテープみたいな感じだったのでがっちりと体に固定するような仕様なんですけど、
サロモンのこれはワイヤーが伸び縮みするので呼吸とかに合わせて結構ちゃんと動いてくれます。これがすごく楽、前から見るとかなりやっぱベストに近いですよね。背中はこんな感じ、とにかくちっちゃくて軽くて薄いんですよ。この体へのフィット感は圧倒的にサロモンの方が高いです。体にかなり沿うので背負っているという感覚はないですね。着るに近いというか、なんか身につけるというような感覚かな。もうこうパソコンとかを入れていても背中にがっちりこうくっつけるので、専用のポケットはないにしろ揺れたりはしないですし、普通にね走っていて負担がないです。一方で先ほどのノースフェイスが16リットルなのに対してこっちのサロモンは12リットルなので、より荷物を絞る必要があります。僕はなのでもう本当にパソコンと着替えをメインに入れて、本当に必要な小物だけ厳選して入れるというような感じです。それとあと入るからといって入れまくると、このせっかくのフィット感がどんどんなくなっていくというか、重心がこう背中後ろ側に倒れていくので、なんかどうにもね背負ってる感じが増すんですよね。できるだけ薄いもの、軽いものっていうのを選んでいくような形になっていきます。で先ほど話した通り、ここにいろんなポケットがついているので、ノースフェイスの時に比べてこのスマホの出し入れがすごく楽です。ここに入れて別にバッグをね肩紐を下ろすことなくここから取って確認したりできます。パパッと写真を撮ったりするのもすごく便利です。もう片方も空いてるので、僕は AirPods のケースをここに入れてイヤホンをつけて走ったりしています。で先ほど MacBook をもう直に単体でこのままねバッグの中に入れていたと思うんですが、ブレないんですよ。走っていてこの重いものが上下する感覚は一切ないんですが、ただバッグ単体の生地がすごく薄手なので、直に入れてるとなんか地面に置いた時とかに MacBook 本体をそのままこうダイレクトにコンクリートの床とかに置いてる感覚がすごいあるんですよ。ちょっとね怖い。地面に置いたり何かぶつかった時の衝撃が怖いので、できればそういった PC 用のスリーブとかケースに入れるのがおすすめです。ただこれ後ろがこういったメッシュ生地になっているのですが、背中はね結構汗が貫通してきます。この背中側の生地はちゃんとランニング後には濡れてるので、例えば僕がランニング用にパソコンをこうやってスリーブに入れて僕バッグにしまってたんですけど、汗が貫通してきて、この黒いの見えますか？ここら辺に2箇所、これ僕の汗でレザーのこのスリーブがちょっとね変色した跡になります。もうこのスリーブはもうだいぶ長く使ってるんで全然いいんですけど、こういうことが起きるのでレザーじゃない方がいいです。できればしっかり防水に対応したものがおすすめです。ただパソコン入れないと汗本当に染み込んでくるんですね。これ僕の場合はさっきのレザーの MacBook ケースが全ての盾になってくれていたので中の着替えとかが濡れることなかったんですが、これが多分 PC 入れないと中にこう布類を入れてたらちゃんと汗で濡れます。なのでその点はお気をつけください。なんかビニール袋に入れるとか、あと、パソコンじゃなくてもなんか盾になるものを入れるとかね、そういうちょっと気を使った使い方は必要になってきます。とはいえやっぱパソコンを入れてもここの収まりというかねフィット感はすごいいいですね。本当にこう背負ってる感みたいなものがないです。ということで、このノースフェイスとサロモン、この2つをね検討していました。で両者に共通するポイントが何点かありまして、1個は雨に弱いということです。生地の撥水性防水性はないと言っていいので、雨の日は別途カバーをつけるなり、そもそもこれでは走らないなり、何かしらの対策は必要です。で今回この2つの商品を比較したんですが、これは単純な2商品の比較というよりはベスト型とバックパック型のどっちがいいかっていう話でもあると思います。でこれは本当にシーンによると思うんですよね。で例えばさっき話した通り、こっちのノースフェイスのバックパック型の方であれば着替えてからね普通のスーツとか私服でもそんなに浮かないようなデザインではある。一方でこっちのベスト型だともうがっつりランナー用のような印象があると思います。あと、バックパック型の方が容量が入るのでいろいろ入れられる分重心は後ろに行って背負う感じが出がち。逆にベスト型は体にすごく密着する感じがあるんだけど容量は入らない。これは本当時と場合によるなと思います。ただその上で僕の普段使いに関してはこっちの
サロモンの方がいいなと現時点では判断しました。見た目に関してもまず僕はサロモンの方が好きでした。ちょっとノースフェイスはつるっとしてる印象が強すぎて、このくらいいかついというか雰囲気がある方が好きですね。その上でやっぱりフィット感みたいなものが一番大きかったです。走っていて全然負担を感じないというか違和感がない、パソコンを背負ってる感が本当にないぐらいの感じなのですごく気に入っています。容量は確かにちっちゃいんですが、その分荷物を工夫する余地が増えたと僕としては前向きにポジティブに捉えています。もちろん妥協してなくはないんですけど、全然これでもねいいなというふうに感じています。ちなみに今回僕はこの2つを選択肢としてもうほぼこの2択なんじゃないかというふうに話したんですが、意外と他にもですね、例えばこのトレイルミックス12リットル、これはバックパック型でかつ12リットルなので間を取ってるように近いような雰囲気ではあるんですけど、やっぱりバックパック型ということもあって結局ね使用感はノースフェイスに近いんじゃないかなというので候補から外しました。あともう一つ、海外だと割と言及が多いのがこの ZIP コミュートパックっていうものですね。なんと16インチの PC まで入れられるということで、大型のノートを使っている方にはすごいいいかもしれないんですが、ちょっと在庫切れとかで手に入りにくいのと、あと見た目ですね、ちょっとテカテカなのが僕の好みには合わなかった。であとその荷物が入ることはこのランニングバッグにおいては別にメリットではないんですよ。むしろ少なくして密着した方が走りやすいっていうところもあるので、なのでほぼこの2択といってもやっぱりいいんじゃないかなと思いますし、荷物をこれ以上あんまり減らしたくない、あと私服のトーンとかスーツのトーンにもまだ合うようなものにしたいという方はこのノースフェイスの方、一方でもうランニングに最適化しつつも、PC は持ち歩きたいというようなちょっと尖った方向けなのがこっちのサロモンかなというふうに思います。今更ですがあんまり走ってる人が僕の周りにいるとはちょっと思えないんですが、でもね最近の僕のホットトピックではあるので最後まで見ていただき本当にありがとうございました。この前のカバンの中身ではマスティックのナップザックをご紹介したと思うんですよ。でこの時にもすでに軽量化っていうところに僕はちょっとね関心が高まっていたのもあって、これでより荷物を減らす軽くするっていうところにフューチャーできるんじゃないかなと思ってます。今後もちょっとね、ランニングに絞らず荷物の最適化効率化っていうところには切り込んでいきたいと思うので、ぜひぜひ、気になった方はチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せているのでぜひチェックしてみてください。ということで今日はこの辺で以上、なごみ家でした。では。